はいどうも、料理人 VTuber の高見仁でございます。ということで、今回ご紹介するのはこちら。はい。フィセルピカルドという郷土料理をご紹介いたします。はい。で、どちらのね、地方の郷土料理なんですかということで、せーの、ドン。はい。こちらですね、ピカルディ地方というね、地域になりまして、そこのアミアンという町で、が発祥の郷土料理になります。はい。で、今回ね、ご紹介するこちらフィセルピカルドなんですけども、せーの、ドン。はい。こちらね、以前ご紹介しましたベシャメルソースを使わせていただきます。ただしですね、こちら伝統的な、フィセルピカルドの料理にはベシャメルは使いません。基本的に生クリームに少しサワークリームを入れて、軽やかに仕上げるっていうのが、この料理の特徴なんですけども、実はですね、フランスの方ではこちら超伝統的なこちらの作り方と、あとベシャメルの方を使ったちょっと満足度の高いフィセルピカルドの方がありまして、で今回はこちらのベシャメルを使った、日本人の方にもすごい馴染みの深い味わいになるように、の方のベシャメルを使ったね、方のフィセルピカルドをご紹介させていただきたいなと思います。はい。ということで、早速ご紹介していきましょう。じゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの、ドン。はい、じゃあ材料の紹介です。こちらクレープの材料になりますね。はい。で、まずはこちらマッシュルームご用意ください。で、こちら玉ねぎですね。で、こちらサワークリームとベシャメルソースになります。合わせて使いますのでご用意いただければ。で、こちらグリュイエールチーズと、あとレッドチェダーちょっと使わせていただきます。で、こちらボロニアソーセージです。通常のハムで全然問題ありません。で、こちらも私が使っているプティサレですね。ベーコンでも問題はありません。作り方の方はプティサレの作り方概要欄に入れておきます。で、こちらクレープ用のバターで、牛乳で、卵ですね。で、薄力粉となります。で、玉ねぎの方はしずれにしていきます。で、こんな感じでね、刻んでもらったら横にもこう3つほどねちょっと切れ込みを入れて、でこんな感じでカットしていきます。そうするとね、小さなダイス状になります。でこの芯の周りのところは薄くスライスしていきます。もう芯以外のところをねもう切ってしまって、であとはこんな感じでみじん切りにしていきましょう。で、マッシュルームは4つ割りにしていただきます。こんな感じになれば OK です。で、プティサレですね。こちらの方も小さなね四角いダイス状にしますので、こんな感じでカットしていきます。こんな感じになれば大丈夫です。で、牛乳を小鍋に入れて、バターを入れちゃってください。でこれをですね一回温めて溶かしておいてください。すごい重要な工程になります。で、今からクレープ生地を作っていきます。で、卵を入れまして、でよく混ぜます。ここでよーく混ぜていただいて、で、先ほど温めた牛乳とバター、こちらですね。こちらをですねちょっとずつ入れていきます。なじませるようなイメージですね。でなんでこうバターをね、牛乳に溶かすんですかということなんですけども、クレープを焼いた時の焼き上がりのですね、仕上がりにかなり差が出てきます。でここで塩を入れてあげます。
でちょっとずつ、こうやって牛乳と合わせていくことで、綺麗なね焼き上がりができるクレープができますので、こんな感じですね。で、こういったね、フライパンに薄く油を塗りつけまして、で温まったところで流していきます。ここはね手早くくるっと回していただければこんな感じになります。でちょっとね気泡が出てくるので、こうやってこうちょっとフライパンを軽くね叩きつけながらですね、エアーを抜いてもらって、で竹串なんかでねピッピッとこう気になるところを刺していただいて、こんな感じですね。で周りがちょっとこう茶色くなってきたなと思ったら、こうやって、周りをまず取っていきます。そうしましたら、こういう長い、棒ですね、これで3分の1ぐらいのところにこう通してあげて、で持ち上げてあげます。でひっくり返してこんな感じですね。はい、ではね、ベーコンプティサレですね、焼いていきます。油をねじっくり出すような感じで炒めてもらったら、玉ねぎを入れていきます。でしんなりしましたら、ここでね、軽くちょっと塩を入れてあげて、で胡椒もしっかり。で、ここで一回ね、玉ねぎベーコンですね、こちらは一旦逃がします。でそこに少し油を入れて、でマッシュルーム焼いていきます。軽くちょっと塩をして、で胡椒もしていきます。で、ある程度炒まったところで、先ほど逃がした玉ねぎとベーコンですね、こちら入れてあげて、でここで一旦味を見てあげてください。で問題なければこちらを一回逃がします。でこちらのベシャメル、温めたところに、サワークリームを入れたものになりますね。で、塩を加えてもらって、ここで味を決めていきます。こんな感じですね。ではここから組んでいきます。こちら、グラタン皿ですね。で今ね、この長さをちょっと測ってどんな感じで包むかを今考えているところですね。でここにハムを置いていきます。でここに具材をこう乗せていきます。この時この具材は冷えてる方が包みやすいですので、一度軽くね粗熱取ったぐらいのところでやっていただければ OK です。でこんな感じでくるんでいきます。でここでくるっとひっくり返します。でここで一旦形を整えておきましょう。でグラタン皿を用意して、ここですねちょっと崩れやすいので気をつけて運んであげてください。よいしょと言っていただいて、ここで形をしっかり整えていきます。こんな感じですね。でそこにベシャメルソースをかけていきます。この時ですね、上からこうかけるような感じで、こうゆっくり下に流れるような感じの流し方で大丈夫です。ドバーッと入れてしまうと非常に重たい料理に変わってしまいますので、これぐらいの感じですね。でそこにグリュイエールとレッドチェダーをまぶしていきます。で、レッドチェダーを入れる理由なんですけども、こう焼き上がりの時にですね、色味がいいっていう理由ですね。本来は入れたりはしないんですけども、一つのねテクニックとしてご紹介したいなと思いまして入れさせていただいております。ではここでね、180度で入れさせていただきます。でだいたい、ここから15分ほど焼き上がったものですね。こちらになります。
で、最後に、パセリを散らさせていただきまして、こちら、フィセルピカルド、いかがでございますでしょうか。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。フィセルピカルドでございました。いやー、本当に火傷には気をつけてください。で、こちらのですね、フィセルピカルドなんですけども、フィセルって何ですかということなんですが、こちらですね、バゲットのですね、細長いタイプの、ちょっとね、通常のバゲットより小さいサイズのものをフィセルという名前で、ブーランジェリーなんかではパン屋さんですね、で販売しているものになっております。はい。で、こちらですね、冒頭でもお伝え、させていただいたんですけども、こちらのフィセルピカルドなんですが、伝統的な作り方は、ベシャメルソースを使いません。生クリームとですね、サワークリームを使って、軽やかに、こう食べられるように仕上げられたのがこのフィセルピカルドでございます。で、今回ね、ご紹介させていただいたのはベシャメルを使ったものになりまして、ご家庭とかですね、ビストロなんかでこう満足感のあるようなですね、こうグッとね、食べたっていう感じになるような、料理に仕上げるときにこうベシャメルを使うっていうことがあります。はい。で、おそらくですね、こちらのこうベシャメルを使った方が皆さんにね、食べなじみのある味になるということで、今回はこちらのベシャメルタイプの方を、ご紹介させていただいております。実際にね、フランスの方のご家庭なんかでもよく作られているメニューの一つだったりします。はい。いかがでございますかね。なかなかね、クレープを焼くっていうのが、いやー、ちょっと大変だなっていうのはあるかもしれないんですが、そこでですね、ご家庭でやるときに、クレープを焼くのも難しいなと思ったときは、薄焼き卵ですね、こちらをですね、作っていただいて、それで、具材をくるんで、こうベシャメルをこうね、流してグラタンにするっていうのも一つの手かなと思っております。はい。以上がね、フィセルピカルドのご紹介でございました。はい。ということで、次のまたね、動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。